はい、ですね、2023年の11月26日に、元ミッシェルガン・エレファントで、ザ・バースデーの、ボーカルギター、千葉雄介さんが、亡くなられましたと。で、久々に、すごく衝撃的なニュースで、僕が青春時代を過ごした、90年代でですね、最高のロックボーカリスト、だと思っている、千葉雄介さんが亡くなられたということですごく、寂しいなと思っておりまして、僕なりの、表現でですね、千葉さんが残した作品を、世の中に伝えていければなと思って、動画を、撮っておりますので、よろしくお願いいたします。で、僕が初めて千葉さんを知ったのがですね、ミッシェルガン・エレファントのファーストアルバム、カルトグラス・ヒーローですね。これは1996年の3月1日にですね、日本コロンビアの中のレーベル、トライアドという、レーベルから、リリースされた、彼らのメジャーアルバムのファーストアルバムですね。です。で、まず僕はですね、このミッシェルガン・エレファントという、このバンド名に度肝を抜かされたというか、なんてかっこいいバンド名なんだと。で、最初にTHEE っていう、漢詩が、つくんですけど、それはあえて読まないという、ちょっと謎だなと。で、この THEE っていうのは、ヘッドコーツっていうイギリスの映画レンジバンドから取られたということだそうですね。それはいいとしてですね、そういう意味では衝撃的ではあったんですけど、ちょっとなんだか知らないですけど、このアルバムは、リリース当初はちゃんと聴いてなかったです。で、その次にリリースされたハイタイム、セカンドアルバムですね。ここから僕は本格的にミッシェルを聴き始めたというわけです。で、そんなわけで、今日は、90年代、ロックの名盤、ハイタイムを紹介したいと思っております。で、ハイタイムはですね、1996年11月1日に、リリースされたミシェル・ガン・エレファントのセカンドアルバムでして、ファーストのリリースから、8ヶ月しか経ってないという短いスパンでリリースされたアルバムなんですけども、楽曲のクオリティといい、サウンドのかっこよさはですね、ファーストと比べての、進化のスピードが凄まじいものがあるということが言えるかなと思います。個人的にはこのアルバムが、ミッシェルの、最高傑作だと、思っております。異論は、認めますけども、僕はもうそういうふうに思っております。で、まずこの1曲目、このアルバムの1曲目のブランニューストンのイントロ。がかっこいいなと。阿部太による、ギターのカッティングから始まるんですけども、このカッティングっていうのがめちゃくちゃかっこいいわけですね。シンプルなリフなんですけども、ウィルコ・ジョンソンばりの鋭いカッティングのリズムがですね、今までの聴いてきた、エレキギターのサウンドとはもうまるで違うものを感じてですね、そこでそれだけで心がつかまれるわけですね。今まで僕はメロディー変調の音楽の聴き方をしていて、サウンド、中でもギターのカッティングとか、バンドのグルーヴ感っていうのはあんまり意識して聴いてなかったんですけど、だからこそこのアルバムで、すごくそれを感じてですね、衝撃的だったなというふうに思います。安倍のギター、桑原のドラム、上野のベース、そして千葉のボーカルの、混然一体となった、バンドサウンドっていうのがすごく、迫力あってですね、こんなバンド日本にあんまりなかったのかなというふうに思ってます。で、90年代のバンドっていうのは本当にサウンド重視のバンドっていうのは、少なくてですね、方向性は全く違うんですけど、サウンドとグループ感を追求しているのは、フィッシュマンズ。あとは90年代ギリギリですけど、ゆらゆら帝国ぐらいかなというふうに、思っております。で、次の2曲目、リリーです。ここはですね、この曲は千葉雄介の本領発揮です。で、1曲目が、バンドサウンドのプレゼンテーションだとしたら、このリリーはですね、千葉雄介の、リリカルさを最もわかりやすく、なおかつかっこよく、表現、している作品だなと思います。イントロなしで、
ドラムの数でいきなりこう、サビから始まるところがですね、ブランニューストーンのこう、イントロとシンクロする感じで、安倍の次はこう俺の番だと言わんばかりに、千葉が言わんばかりに、言ってる感じがしてですね、面白いなと思います。で、最初のフレーズですね、こめかみ指でこじ開けてから、意識飛ばして帰るよリリーと。このこう抽象的なフリーズ、単純にかっこいいわけですね。サウンドと一緒に、サウンドをこう言語化しているような感じがして、かっこいいと。で、そのかっこよさをこうもっと、言うとですね、病的で、暴力的、だけどこう人間的、優しいということが言えるかなと思います。この大きく分けて病的で、あと人間的という、こう一見全く違う、異なる要素を、含有している歌詞なんですね。だからすごくロックンロールだし、千葉さんのこう人間性、優しさっていうのがこう、表現されていてですね、愛らしいわけです。このミシェルガン・エレファントのバンドのキャラクターも同じでですね、メンバー4人ともですね、細身のモズスーツに身を包んでてですね、一見、いかつくて怖いんですよね。だけど、こう、インタビュー、映像、その彼らの表情とか、話し方とかを聞くとですね、すごくこう、ほわんとしてですね、可愛くて愛らしいなと思います。そんな感じでですね、次の動画はですね、さらにこう、リーの歌詞の深掘りをしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。